皆さんこんにちは、ときまるです。今日は、なんとですね、エクストリームミニマリストの方に、ちょっと取材許可をようやく取れまして、で、突撃インタビューさせていただくことになりました。はい、今緊張してます。かなり緊張してます。で、これからお部屋に入っていきたいと思います。こんにちは、こんにちは。あ、すいません、こんにちは。こんにちは。取材申し込んだ時丸ですけども。すいません。すいません。こんにちは。今日は本当にお忙しい中ありがとうございます。なかなか取材受けないことで有名だと思うんですけども、なんで今回受けてくださったんでしょうか？そうです。なかなか取材受けないんですけど、今回はあなたもミニマリストだっていうことで、今回受けさせてもらいました。よろしくお願いします。いや、本当にありがとうございます。もうむちゃくちゃ緊張してます。本当にこんな何もない部屋に住んでるんですね。今日ちょっといろいろ質問させていただきたいんですけど、どれくらいこの部屋に住んでるんでしょうか？そうですね。ここの部屋に来てからもう2年くらいになりますかね。はい。もうだいぶこなれてきてます。で、最初にミニマリストになった経緯について教えていただけますか？初めは遊びのつもりだったんですけど、遊びのつもりでちょっと一つ捨ててみたら気持ちよくなっちゃって。で、そっから気づいたら何もなくなってましたね。ほんの遊び心っていうか、火遊びのつもりだったんですけど、それが結構気づいたら大やけどになってたっていう感じです。そうなんですね。やっぱそんなに、やっぱ最初は結構遊びのつもりで手を出したらそういうことになってしまったと。その何もない生活になって何か問題とかってあるんでしょうか？特にないですね。なんか醤油が足りなかったら隣の家に借りに行ったりとか、あとはもうないことに慣れているので、なんかテレビとかそういうのも全く見る必要もないし、むしろこの生活を今は、楽しんでいます。なんでそんなに物を少なくしてるんですか？いや、その根本的な理由っていうか、そこがやっぱり引っかかるところで、なぜそこまでしてエクストリームなスタイルをとってるのか。そのいろんな多分ミニマリストの方っていると思うんですけど、大体いい感じに減らして、で、整理整頓して、空間が良くなって、って感じだと思うんですけど、なんでその、エクストリームなのかっていうところをちょっとお聞かせいただきたいんですけど。それは僕にもわかんないですね。それはわかんない。やっぱりこう遊びたいじゃないですか。何もない部屋で。ヨガとかやってるんですけどね。で、この広いっていうか、何もないからこそ、ヨガができていると思っていて、それによって結構、楽しいですね。全然楽しそうには見えないんですけども、なんか、それによってその生活全体みたいなものが変わっていくってことってあったんでしょうか？生活はめちゃめちゃ変わりますよ。やっぱり、もう、楽になるし、で、なんていうかな、もう、気にすることがないから、物に対して。だから、自分が、裸でいられるっていうか、郷ひろみの歌にね、獣は裸になりたがるってあったでしょ。あれ私結構、前お箱だったんだけどね、カラオケでね。だからあんな感じで裸になりたがるでこう、バーって全部服を脱ぎ捨てるみたいな。獣は裸になりたがるで、バーンって服を脱いで終わるみたいな感じ。なんかそういう開放感が、やっぱりこうエクストリームにはあるかなって思っていて、そこが一番気に入ってますね。ありがとうございます。多分テレビの前の皆さん結構気になってることではあるかと思うんですけど、その、生計というか、収入とか生計ってどういうふうに、エクストリームのあなた、ティッティさんは、立てられているのでしょうか？基本的に何もしてないですね。やっぱエクストリームなんで、何もしてない。何もしないことが、自分が生きることにつながっていると。で、物が少ないんで、やっぱりこう、それ以上稼ぐ必要がなくなってきてるってとこで、もうどんどん仕事も減らしちゃってね。最近なんかはもう散歩してますよ。ずっと散歩。やっぱ散歩。散歩が大事。ミニマリストといえば散歩でしょ。エクストリームになるとやっぱその散歩の重要性がさらに上がってくる。で、もう毎朝、だいたい、1時間から2時間、は散歩か、ヨガか、筋トレか、ランニングかみたいな感じで、その日によって結構メニューいろいろ変えてんだけども、だからそういうところで、たまに道歩いてたらね、10円とか落ちてるんですよ。10円とか落ちてるんで、それでなんとか集めたりして、
それで、買ったりとかね、うまい棒買ったりとかしてるし、あとは、あれかな、葉っぱ。葉っぱ。道端に生えてる葉っぱみたいなのあるでしょ。公園とかね、河川敷とか、歩いたら生えてるのあるでしょ。で、植物の知識を身につければ、その食えるか食えないかっていうのは結構わかるんで、その葉っぱ食えるか食えないかっていうのを見極めて、食えそうな葉っぱ集めてます。で、それで味噌汁作ったりとか。で、まあ味噌だけあればいいから、その味噌ってほら、そんな高くないでしょ。だいたい500円とかでさ、結構でかいの買えるでしょ。だから、ああいうので、その辺の草とか雑草を取って、味噌汁にして食べて。だから、そんなお金かからないんだよね、この生活。結構そんなワイルドな、手法を取られているっていうのは全く、すいません、私、勉強不足で、知らなかったんですけども、まあ、それによって、なんか他のもの食べたいなとか、なんかこう、普通の生活したいなみたいな気持ちって出てこないんですか？まずさ、その普通って何なのってことよね。その普通っていう感覚っていうのは、いわゆる歴史とか、まあ、いわゆるこう育った環境とかによって作られてきた価値観であって、それって普通っていうのは人それぞれ違うんだよね。だからその普通っていうものをいくら追い求めていても、幸せにはなれない。だからまあエクストリームなスタイルっていうのは、やっぱその普通っていうのを、どんどんこう壊していくっていうのかな。まあディスラプトしていくっていうか、で、それでやっぱり自分が普通じゃないところにどんどん入っていくことによって自分の人生を楽しんでいくってこと。それができるようになるとね、全くね、気にならなくなるんですよ。で、あとね、人と比較しないってこと。それも大事で、やっぱりこう、みんな比較するでしょ。なんか、俺なんかこんな草食ってんのになんか、なんか吉野家の牛丼食ってるやとか。で、ほら今吉野家の牛丼ってさ、だいぶ高くなってるじゃん。で、あれも、なんかね、500円とか、昔320円とかだったかな。俺が若い頃。でもだんだん値段上がってるでしょ。だからあれ、いくら、俺が散歩の中で10円集めても、買えないんだよね、もうね。食えないんだよね。だいぶ食えない。だいぶ食えなくなってる。でもそれによって、なんて言うんだろうな、牛丼を食べることが普通だとか、思わないんだよね。なんか、まあ、自分にとって、生きれていれば、で、健康的に生きれていればいいんで、やっぱりそれは運動と、まあその辺の草とか食べて、あとはまあ適当に米とか、玄米とか炊いてね、やってればね、全然食品もかかんないし、で、それでどんどん、ハッピーになっていく、幸せになっていくっていうのはあるね。いや、ものすごく勉強になります。ありがとうございます。いや、そんなにワイルド、ミニマリストが、エクストリームミニマリストがそんなに、サバイバルな感じだとはね、私も存じませんでした。で、ちょっと気になったんですけど、その T さんの後ろにある、そのバッグっていうのは、どういうふうなものなんでしょうか？これこれはね、俺この中にあるものだけで暮らしてんだ、今。で、今66個、まあ67個になってんだけども、キーボード買っちゃってさ、この間さ、キーボード買っちゃってんだけど、それ入んなくなってさ、困ってんだよ。助けてくんないかな。で、このバックパックの中に、入るのが66個ね。そのものだけで暮らしてる。だからもうこれだけあれば、どこでも行けるってわけ。で、この間いろんな長野とか、あと石垣とか、行ってきたんだけど、やっぱね、なんか、移動っていいなって思ったし、でも最近はなんかこのホワイトボックスの中で、こじんまりとね、やることがちょっと好きになってきてるね。ちょっとね、暑いから最近、もうずっと曇ってるね。散歩以外は。本当ですか？そのバッグだけに全部の持ち物が入ってるってことですか？いや、それは結構びっくりですね。大体のT さんの一日のルーティーンみたいなものってちょっとじゃあ最近教えていただいていいですか？そうね、ルーティーンはね、最近は、まあ朝起きて、で、そこからだいたいヨガと瞑想をやるときはやるね。で、まあアシュタンガってのやってんだけども、でもちょっとショートフォームとかで結構短縮して、もうフルフルでは最近はやらないようにしてる。で、5月ぐらいにさ、腰痛めちゃってさ。で、腰痛めちゃって、そこから結構、調子が一回狂ってね、そのヨガに関しては。で、まあちょっとずつ今ようやく戻せるようになったんだけど、あんま気をつけてやってる。だから、朝ヨガを、まあ、30分ぐらいかな、瞑想と合わせて。で、バーン決めて、まあ、やった後に、そっからだいたい、日によってメニュー違うんだけども、走りに行くか、散歩に行くか、筋トレをするね。で、それが終わってから飯を食います。だからもうその時点で朝起きてからもう2時間ぐらい経ってるかな。だいたいもう6時とかには起きるけど、まあ夏とかね、もっと早い時あるけどね、眩しいから。で、そっから、飯食います。はい、
なんか、プロテインとかを飲みながら、豆乳、そして、いろいろちょっとサプリとか取って、で、そっから、オートミールね、最近は。オートミールに、豆乳入れて、その上にブルーベリー、そしてカカオニブ、で、ナッツ、で、ヨーグルト。で、そこに、ピーナッツバター。ピーナッツバターが、すごく美味しいんだよね。ピーナッツバターの美味しさに最近はもう目覚めちゃってて、ピーナッツバターをかけて食べてます。なんか昔ちょっと蜂蜜とかも入れてたんだけど、全然ピーナッツバターの甘みで全然いいっていうか、だからピーナッツバターをめちゃくちゃ食べてる。で、そっからもう、あとは、YouTube、俺もYouTube やってんだけどさ、チャンネルさ。で、それちょっと趣味程度にやって、撮ったりとか編集したりとかして、ただ大体もう昼ぐらいになるよね。で、昼ぐらいになったら、飯を食ってます。で、さっき言ったような感じで、米だけ炊いてね、そこの上にいろいろ乗せて、で、最近はミニマル丼ってのをちょっと開発して、で、キムチとアボカドと、で、それに、オリーブオイルをかけて、で、生卵、そしてツナ。ツナね。を入れて、もう、その上に丼みたいにしてね、もうそれだけ。ワン丼みたいな。で、しかもそれ俺炊飯器でそのままやってるからさ、炊飯器を米炊いた上にもうポンって乗せて、食べて洗ってみたいな。もう全然、もう準備から終わるまで30分もかかんないね。で、もうそっからまた次、執筆やってて、最近本書いててさ。で、その本を、本のね、執筆みたいなのを結構やったりしてますね。ただもう大体4時くらいになるでしょ。で、昼寝したい時はするけど、大体もう睡眠足りてるから、で、そっからもうダラダラとあと本読んだりとか、映画見たりとか、あとノーノーガールズね、チャンミナ、チャンミナが好きで、チャンミナのノーノーガールズを、もう全部、最初から最後まで見るっていう、もう、そういう感じ。で、そしたらもう大体9時くらいになってるから、もうチャンミナのノーノーガールズ長いでしょ。長いけど、そこでやっぱチャンミナ見て、最後のライブまで見て、そこから、就寝です。はい。で、就寝の前にちょっとしたリストラクティブっていうか、こう、休めるような、ヨガをやりますね。ストレッチみたいなもんだけども、軽くヨガやって、寝るってことやってますね。いや、めちゃくちゃ詳細にありがとうございます。なんかめちゃくちゃ充実してますね。朝食とかすごいミランダ・カーかっていうか、キム・カーダシアンかみたいな感じの朝食取られてるんですね。いや、びっくりしました。恐れ多いです。で、この部屋のことを、ホワイトボックスって呼ばれてると思うんですけど、その由来とかってあるんでしょうか？ホワイトボックスはね、そう、何もない真っ白い部屋だからホワイトボックスって呼んでんだけども、実は由来があって、で、俺のさ、エクストリームミニマリストの界隈のさ、先輩がいるんだけどさ、クレイグっていう。で、昔アメリカ人なんだけど、やつは。で、アリゾナに住んでて、Life According to Craig っていうね、チャンネルやってたんだけど、彼はもう超エクストリームミニマリストだから、自分のチャンネルも消すんだよね。しばらく動画上げて、チャンネルをこう、ちゃんと運営してんのに、途中で自分の動画を全部消すのさ。だからそれがやっぱエクストリームだなって、だから僕はそこには追いつけないんだけどさ。で、彼はエアビーみたいなところで、同じような部屋に住んでたんだよね。狭くて。で、窓一つあって、ベッドドームみたいな感じの。で、そこの部屋のことをクレイグが、ベージュボックスって呼んでたんだよね。で、結構ベージュ系の色で、ベージュボックスって、ずっとその部屋のことを呼んでて、で、そっから来てるね。だからホワイトボックスっていうのは、結構僕のエクストリームミニマリストの先輩に対するリスペクトみたいなところがある。実は。それがある。それがあってホワイトボックスって名付けたって感じ。大変興味深いです。そんなに部屋を毎回名付けてるっていうことですか？ Good question だね。そうだね。実は部屋を毎回名付けてて、これも変な話なんだけどさ、俺さ、ほらペットとか子供とかいないでしょ。だから、名付けるものがないんだよね。ペットとか子供とかいないからさ。だから、そういうわけで自分の部屋に名付けてるってわけ。ほら、みんなさ、ペットとかにさ、名前つけて呼んでるの可愛いでしょ。そういうのに憧れてるって言ってるのかな。それもちょっとあるんだろうな。でね、よくね、猫とかにね、トム&ジェリーとかさ、ヨックモックとかさ、リンリンとランランみたいなのつけてるじゃない。あれが可愛いよね、つけてるのが。だから、そのペットとか子供とか俺いないから、だからその部屋に名前つけてるんだけど、ここはホワイトボックスって呼んでたりとか、あとは、その前は、小屋暮らしだったから、小屋。別名、稲葉物置。稲葉って呼んでたね、稲葉。稲葉って言うとビーズの稲葉さん呼んでるみたいで、ちょっと自分の中では恐れ多いんだけども、でも一応稲葉。やっぱ物置だったんでね、普通に小屋って言っても。だから小屋か稲葉か、好きな方でその時呼んでたね。
で、あとは、その前は、ペントって呼んでたりとか、まあ、それは渋谷のペントっていう、まあ、それこう、まあ、地名言っちゃあれだけど、まあ、その渋谷の最上階の、まあ、変な、まあ、それも変な狭い部屋だったんだけどな、その部屋のことは、まあ、ペントって呼んでたりとか、で、その前の部屋は、スカイハイ、スカイハイって呼んでたね、スカイハイ。で、そこもね、結構ね、見晴らしが良くてさ、なんか、ちょっと丘の上に立ってるマンションでさ、結構抜けが良かったんだよね。で、渋谷と新宿の街がポンって見えて、だから、まあ、スカイハイって、いう風に、まあ、ちょっとまあ、それちょっとちゃんみなの方に繋がってくるからね、なんかそっちの、あれに引っ張られてんのかな、そこから、なんかちゃんみなを見るフラグはあったのかなって思ってるけども。ありがとうございます。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、ちょっと分かってきました。ちょっとじゃあ、結構長くなってますので、最後に、これからの、ご予定、そしてご展望をお聞かせいただけますでしょうか。これからもね、やること変わんないよ。ね、エクストリームにただミニマルしていくだけ。エクストリームにミニマルしていく。それだけ。あとはまあ今本も書いてるからさ、それもできたら読んでやってよ。いや、T さん本当に今日はお忙しい中、インタビューご付き合いいただき本当にありがとうございました。もしよければまた次回もお邪魔させてください。ぜひ。本当にありがとうございました。いいよ。まあ、いつでも来な。まあ一回来たから、まあ、許すから。いつでもいいよ。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございました。帰ります。どうもありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい、ということで、なんとか無事にインタビュー終了です。またね、機会があればちょっとお邪魔してみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。また。